どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、赤い生態と言われると何を思い浮かべますか？自分は今まで赤い生態を何匹か紹介してきましたが、その中でもこいつらは赤いなと思った生態はいくつかいます。一つはボララスブリジッタエ。こちらは超小型美魚の中では一番赤いと言っても過言ではない生態です。小型水槽でも生えるので少数導入もおすすめですね。もう一つはディープレッドホタルテトラ。こちらは結構前に紹介したんですが、結構赤くて可愛いテトラです。ブリジッタイよりも飼育しやすく、ずんぐりした体型とホバリングして泳ぐ姿は個人的に気に入っています。ただ、1匹あたりの価格が高いので、未だに大量導入には至っておりません。最後はレッドファントムルブラ。こちらも赤系生態の代表的存在で、いろんなレイアウト水槽に使用される魚です。本来はレッドファントムテトラという名前なんですが、ワイルド個体は赤の発色が強いため、差別化するために呼称はルブラとなっています。それだけ赤くなる生態なんですが、飼い込むことで本当に赤みが増します。現在飼育して数ヶ月経ちますが、購入当初より明らかに赤くなってます。緑のレイアウトには本当に映えるので、ぜひ一度は飼育してほしい生態ですね。そんないろんな赤系生態がいる中、最近になって日本に輸入されたとんでもなく赤い新種の生態が出てきました。今のところ自分が飼育した中ではトップの赤さを誇っています。先ほど紹介した3種類も確かに真っ赤なんですが、輸送直後からこんなにバチバチに赤いやつはいませんでした。ということで、そんな最近日本に輸入されて話題になっている新種の超赤い生態を今回は紹介していきたいと思います。今現在確認したところ、まだ動画で紹介している方はいないので、最速紹介動画となります。個人的過去最高額の高級魚ですので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速開封していきます。今回の購入先はペットバルーンです。このショップは自分が超おすすめしているショップの一つで、ラインナップがすごいのもそうなんですが、高額な個体は1匹ずつちゃんと現物の写真を載せてたり、価格が他よりも安いのが素晴らしいです。過去にペットバルーンの紹介動画もアップしているので、ぜひそちらも見てみてください。今回は生態の他にも水草なども購入しているので、また今度紹介したいと思います。いつも通り無事に届いています。あとはいつも通り開封していき、点滴法で水合わせをしていきます。今回は1匹あたりの価格が過去最高額になったので、若干緊張したんですが、なんとか水合わせまで終えることができました。後から思ったんですが、飛び出さないように水合わせの時からバケツに蓋しといた方が良かったなと反省しています。というわけで今回紹介する生態はこちら、クリムゾンレッドペンシルです。価格は1匹6980円。最近話題になったあのモスと同じ名前でややこしいんですが、こいつは紛れもなく真っ赤なペンシルフィッシュです。ペアでも販売されていたんですが、ちょっとお高かったんで、オスのみの単品購入にしました。もし繁殖を目指したい場合は、ペアでの購入をおすすめします。この生態、新しい種類ということで、
だいたい1匹1万から2万円と高額で取引されており、ペアだと3万円前後もする高級魚だったので手が出しづらかったんですが、ペットバルーンではオスのみ購入できて、なおかつ安いということで飛びついてしまいました。クリムゾンレッドペンシルはペルー原産のペンシルフィッシュで、2022年に日本に上陸した新種の生態です。確か今年の4月頃に入ってきた記憶があるので、まだまだほやほやの新種ですね。最大体長4センチ、適正水温22から27度、水質は弱酸性から中性、餌は生贄から人工飼料まで幅広く食べてくれます。オスは全身が真っ赤に染まっており、その名に恥じない赤さをしています。飼育は比較的容易ですが、同種間では小競り合いをします。ちなみに自分は飼育し始めてすでに3ヶ月程度経っているんですが、今回購入した個体は結構気性が荒い方です。ペンシルフィッシュということで動きも俊敏なので、ヒレの長い生態との混泳は避けた方がいいかもしれませんね。というか、せっかくの新種なのに3ヶ月も動画にしてないとか、動画投稿者としてもったいないことしてるなぁと編集しながら思ってます。複数匹飼育した場合は、一番力の強いオスがより赤に発色するようなので、真っ赤な色が見たい場合はペアでの飼育で十分です。まあ、こんなお高いペンシルフィッシュ、複数匹購入できる人はなかなかいないでしょうね。飼育自体は簡単なんですが、導入直後はやや水質に敏感なようで、この時期は高水温による水質の悪化などには注意が必要です。飼育開始すぐを乗り越えれば元気に過ごしてくれると思います。ちなみに餌は生贄から人工飼料まで何でも食べると言ったんですが、他のペンシルフィッシュ同様、口がおちょぼ口なので大きいサイズの餌は食べられません。すりつぶした人工飼料やブラインシュリンプを与えるのがいいと思います。自分はブラインシュリンプを毎日与えていますが、狂気乱舞しながら食べてくれてます。というわけで早速導入していきます。なんかグッピーたちが寄ってきてて若干びっくりしてますが、水流に合わせて勝手に出て行ってくれました。導入直後の映像がこちら。マジで赤いですね。入れてすぐこの赤さは本当に驚きです。周りに泳いでいるブリジッタイよりも深い赤色で、クリムゾンレッドという名前は伊達じゃないです。ちょっと撮影がおぼついておらず、ピントが合ってなくて申し訳ないんですが、めちゃくちゃ赤いです。もともと赤いペンシルフィッシュは、20年前くらいに登場したアークレッドペンシルから始まり、そこからそれよりも赤いブラッドレッドペンシルが登場したと聞いています。アークレッドやブラッドレッドは店頭でもちょくちょく見かけることがあり、結構赤いなと思っていたんですが、20年越しに登場したこのクリムゾンレッドペンシルはマジで異次元の赤さを誇っています。正直他の2種類とは比べ物にならないくらい赤いです。この令和の時代にふさわしい鮮やかな赤ですね。体色の模様はアークレッドなどと同じで、顔周りに若干黒いラインが見えます。これは個体差もあるかもしれませんが、大体は他2種類の形質はそのままに、真っ赤になってもらった種類と思ってもらって差し支えありません。ちなみにメスは地味な色合いをしているので、繁殖を狙っておらず、真っ赤なペンシルフィッシュが欲しいという方は、ペットバルーンでオス単体で購入することをお勧めします。導入後数日経過した状態がこちら。
動きが素早すぎて撮影が難しいんですが、相変わらず赤さは保ってますね。まだこの時の気象はそこまで荒くなく、他の生態にちょっかいをかけることは少なかったです。このようにめちゃくちゃ俊敏で、一気にフレームアウトしたと思ったら、その場でホバリングするという面白い動きをしています。ホバリングするタイプの生態は、個人的にディープレッドホタルテトラもそうなんですが、結構好きで、このクリムゾンレッドペンシルも赤さ以外で気に入っているところはこのホバリングです。最後にちょっとだけ導入1ヶ月後の映像をお見せします。この頃から気性が荒くなって作業を追いかけ回すことが増えたため、撮影が難しくなったんですよね。こんな感じで導入直後から数日よりも赤みが明らかに増してます。なんというか本当に深い赤というのが似合う生態です。ペンシルフィッシュの繁殖をしたことがないので、ひよってオスだけ購入しましたが、これだけ真っ赤な生態なら繁殖させて群縁を楽しむのも良さそうですね。もう少し値段が落ち着いたらメスの導入も考えたいと思います。というわけでいかがだったでしょうか。シンクの小型美魚クリムゾンレッドペンシルの紹介でした。本当は導入直後の3ヶ月前に投稿していた方がもっと注目されていたんでしょうけど、いろいろあってこのタイミングになってしまいました。幸いなことに動画では誰にも触れられていないフレッシュな存在のままでいてくれたので、この動画をきっかけにこの生態を知ってもらえれば幸いです。編集時現在はまだペットバルーンで販売されているので、購入を検討されている方はぜひペットバルーンの方で買ってみてください。正直このクリムゾンレッドペンシルの赤さは動画で見るのと実際に見るのとではだいぶ違うので、ぜひ自分の家の水槽で見てほしいですね。RGB ライト下では本当にやばいくらい赤いんで一見の価値ありです。ということで、これからもいろんな生態をガンガン紹介していくので、興味のある方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。